本日は新機能性材料研究部で保有している熱ソリューション材料技術についてご紹介いたします。なお、弊社はお客様のさまざまな研究開発をご支援する受託研究企業です。本日は弊社シーズをうまく活用した事業創出ができないか、また弊社材料や技術とのマッチングにより自社の技術課題をブレイクスルーできないか、そういった目線で本説明をご覧になっていただければ幸いです。弊部は分散、合成、分析の3つの技術を柱にさまざまな技術開発のご支援を行っております。本日ご紹介する材料、技術は弊社独自で開発したものではありますが、最近ではこれらの技術の応用はもちろん、各社様の直面している課題解決案件などにおいて熱に関連したニーズは増大しており、弊部受託案件の実に約2割が熱に関する案件となっております。これも ICT、自動車、産業インフラ、医療といった各種産業を支える電子デバイスが小型化、高集積化されることに伴って発生する熱への課題が顕在化していることが最大の要因です。また、工場での排熱、自動車走行時の排熱など、現在はうまく利用できていない熱エネルギーを有効利用することも大きな課題の一つです。本日はこのような熱課題を解決可能な3つの材料・技術をご紹介します。軽量で熱を通すが電気を通さない材料が欲しい。このような要望に応えられるフィラー材料として、近年六方晶窒化ホウ素や窒化アルミが着目され、検討が進められています。しかしながら窒化ホウ素に関してはプラスチックとの相性が悪く、かつ板状であるがゆえにプラスチック中にたくさん入れにくいといった課題がありました。また窒化アルミは空気中の水分と簡単に反応してしまい劣化するという問題がありました。このような中、 KRI では酸化グラフェンというナノカーボン材料の分散液にこれらフィラーを混ぜるだけで処理が可能な簡便な処理技術を見出しました。処理の様子を示しますが、このように酸化グラフェン分散液にフィラーを混合してしばらく攪拌することで上澄みが透明になり、酸化グラフェンが吸着していることが分かります。詳細の効果説明は省略しますが、本処理で得られた窒化ホウ素はプラスチックとのなじみが良くなることでたくさん入れることが可能になり、高い熱伝導性を付与可能です。また窒化アルミについては吸着後に還元処理を施すことにより水に対する耐水性が大幅に向上します。またこのような処理技術とは異なり、プラスチックからなる高熱伝導性フィラーも開発しております。本フィラーの強みは本表に示すようにセラミックスフィラーと比較して軽く、柔らかくて酸、水に強いといったバランスの良さになります。透明で熱を逃がすことができる材料が欲しい。一般的に大きなフィラーをプラスチックに入れると左の図のように光を散乱することで不透明になってしまいます。 KRI ではフィラーの表面に屈折率を制御した層を形成することにより、右図のように透明性を向上できる技術を持っております。本技術を適用することで現在透明にもかかわらず熱伝導率で 0.83 ワットパーメーターケルビンと比較的高い熱伝導率を達成しています。熱エネルギーを貯蔵・有効利用できる材料が欲しい。ここでは水が凍る際の発熱、溶ける際の吸熱といった融解・結晶化に伴う熱エネルギー変化を利用する蓄熱組成物をご紹介します。通常はこのように吸熱する温度と発熱する温度が近いことが普通ですが、 KRI ではここに示すように吸熱温度と発熱温度に差を持たせることができる技術を発見しました。本技術はこれらの温度差をある程度制御できるため、お客様のニーズに合わせた吸熱温度、発熱温度の制御が可能です。さらに本技術からなる蓄熱組成物はプラスチックやゴムと複合化することで調整するものであることから、さまざまな形状に成形することができるほか、使用時に蓄熱剤が漏れることもございません。これらの特徴は工場で発生する排熱の輸送、日中に得られる熱エネルギーを夜間に利用したいといったケースなどに応用可能です。このように KRI ではさまざまな熱マネジメント関連の技術を有しております。また
ご紹介した技術にかかわらず、その他多くの技術を有しております。時間の関係上、技術の詳細についてはご紹介しきれておりません。具体的なご質問・ご相談については、オプトアウト設定をオフにしていただいた上でご質問いただければ、チャット・ライブ中継による技術ディスカッションの中でお答えさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。